はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。ヘッドカバーですけど、今、予備含めて2つあるんですが、どっちをやるか迷いますね。出来としてはどっちもどっちかなっていう気がするんですよね、正直なところ。こっちは一応溶接の練習を兼ねて溶接で持ったやつですね。こっちは溶接持ってないんで、ちょっとガサガサはしてますけど、このぐらいだったら綺麗になっちゃいそうな気がするんですよね。見た目が少しこっちが綺麗かなとも思うけど、あり変わらないな、これは。こっちの方が細部が綺麗かな。地金の色はなんかちょっとくすんでますが、まあこれは別にいいでしょう。よし、とりあえずこっちをやっていこうと思います。まあ状態見て悪そうなら切り替えますけど。ではまずは、こういう、湯道に使った部分ですね。削ってきれいにしますね。この辺はグラインダーで削ればいいでしょう。これで、出っ張りを一通り取ったんで、あと歪みを取ってきますね。歪みですが、今の時点でこれ相当歪んでますね。こことここが設置してて2、3ミリずつ空いてる感じだな。4ミリ近く浮いてますね、両側とも。なのでこの2箇所をプレスで押して歪みを減らすしかないですね。救いなのはこれがこういう向きとかこういう向きにひしゃげてないのが救いですね。こっちのズレはほぼない感じだね。わずかにずれちゃいるけど許容範囲といったとこですね、これは。最初に比べるとガタつきもだいぶ減りましたね。当初ここ4ミリぐらいあったガタつきも今もう 0.7 とか 0.8 ミリぐらいになったんで、これならいけますね。これもちょっと内側に入ってますね。これどうすっかな。少しだけ立ち上がり部分が内側に倒れ込んでるので、タカナットとボルトを使ったジャッキ作って強制的に広げてしまいます。よし。まあなんとか揃ったか、ある程度は。はい、プレスで矯正したり、ここの距離が合ってなかったので合わせるために矯正したりしてるうちに3箇所ほど割れちゃいましたね。ここら辺とここら辺とここですね。これもクラックは下の方まで来てるんで、この辺もクラックこの辺りまで来てますね。なのでここ溶接して埋めてきます。まあ溶接できれいにするためにはちょっと大きめに削いでおかないとダメですね。
よし、これで OK。はい、これであとは、溶接して持ってきますね。アルミの大きいものを溶接するときは先にオーブンなどで予熱しておきます。この方法がいいかどうかは分かりませんが、自分はこの方がうまくいく気がします。予熱が終わったらどんどん溶接して持っていきますね。溶接終わったら持ったところを整えていきます。これで細かいとこ大体終わったので、あとはフライスで作業していきます。はい、まず最初の段階では、ここ軽く削って平らな部分を作ります。この4箇所の高さを揃えちゃいます。それが終わったら反転させて反対側をきちんと削っていきます。なので今の時点では位置出しはそこまで気を使わなくていいですね。こんなもんでいいです。そしたら裏面にセットして、軽く押さえて、まずは先に高さ、最も誤差の少ないところを探します。だいたい OK。 これで水平は出たと。これで3ミリ削って平面出しました。そしたら原点決めてネジ穴とプラグホールやってきます。スコープで覗いて、とりあえず原点出しました。まあ鋳物なので若干のズレはありますね。最大で 0.3 前後のプラグホールの位置ずれがありますが、まあ十分な削り代取ってるんで許容範囲ですね。プラグホールはいいんですよね。こっちのネジ穴の方がシビアなので困っちゃいますね。もうちょっとここを大きく作ってずれても気にしないような作り方の方が良かったですね。あと今回はロストプラ製法、ロストプラによる鋳造をやったんですけど、どうなんでしょうね。実際には砂型鋳造の方がいいのかちょっと迷いますね。ロストプラで研究は進めましたが、やっぱり砂型鋳造で綺麗なものを作れるようになるべきかなとも最近思ってます。プラグホール開けてきます。座標はもう分かってるんで問題なしと。まずエンドミルで垂直に下穴開けちゃいますね。
ホールのまずはエンドミルの下穴ですね。よいしょ。タップがないだけ楽ではありますが、数が多いのでやっぱ穴開けは大変ですね。プライスの移動距離が小さいので1回ではできないので、ヘッドを移動しながら2回に分けて穴開け進めていきます。これでこっちの面終わったんで、もう外していいね。これでシリンダーヘッドの接続面終わりましたね。ノックピンもつけたんで大丈夫でしょう。反転させて表面も削っていきます。まずは平面を作って穴を8箇所ほど開ければ終わりですね。なのでこちらはそんなに難しくないです。はい、これでヘッドカバー。まだ横方向やってないですが、これはもうシリンダーヘッドと合わせた時にやんないとダメなやつですね。よし、まあまあ、こんなもんでしょう。予定通りいったと思います。はい、それではこの側面の加工をやっていきます。側面の加工は、まずは一旦組み立てると。はい、これでセットできて、0点も合わせたと。とりあえず、いらなくなるこの辺のタブだけ取っちゃいますね。
でこれで両端の粗取り一応終わりましたね。外してまた、今度は垂直にセットします。あとは穴開けと。そしたらここカムトンネルの部分ですね。基準になる今の時点で位置をはっきりさせなきゃいけないので、基準になるように震源穴開けときます。まだ完全に貫通させるような穴ではないんですね。どの道届かないので、ここは最終的には据えぐりやるんですけど、据えぐりやる時の基準点が欲しいですね。これでカムトンネルの基準ですね。できたと。はい、ではここからは結構長い穴ですね。中央付近まで100ミリぐらいの穴開けなきゃなんないんですよね。ちょっと大変です、それは。まあでもやるしかないのでやってきます。とりあえずまず短いドリルで開けるとこまで開きます。そうだな。もう片方も同じように長い穴開けていきます。
さて、こっちの面最後、ここ深穴ですね。3ミリでここまで掘らなきゃいけないです。両方とも。これが結構きついね。直径3ミリで約110ミリ掘り込んでいきます。なのでまずは標準ドリルで途中まで掘って、その後ロングドリルに持ち替えて掘り込んでいきます。奥にぶつかる。大丈夫だ。これで穴開け関連は終わりと、こっち側。あと反対側ですね。では一回外しますか。では反対方向の、1番2番側のシリンダーの加工ですね、やっていきます。はい、ネジ穴とオイルホールができました。あとはカムトンネルとロッカーアームのシャフトを入れる場所を作ってきます。はい、これで側面の穴開け関係も終わりました。じゃあ外しますね。はい、こんな感じで、ヘッドカバーとサイドの部分ですね、終わりました。今回はここまでとなります。あとはサムネ取って、締めたいと思いますね。はい、今ある分側だけでもちょっと仮組みしてみましたね。予想はしてたけど実際形、図面では見てたけど実際形に上がってくると思ったよりでかいな。まあこれ以上小さく設計できなかったからしょうがないですけどね。今回は、フィン多めにして前回に比べるとフィンマシマシで作ってます。まあ鋳造がねちょっと粗いのはしゃあないとしてもぱっと見悪くないですね。まだまだ先は長いですが今後ともよろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録高評価などしてもらえるとやる気がちょっとは出ますのでよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。